コンケイクです。今回のテーマは、周囲の人が感じているあなたの魅力です。どうぞよろしくお願いいたします。それでは3枚のカードをご用意しております。A、B、C の中からお好きなカードを1枚お選びください。ご自分の占い結果だけご覧になりたい方は、概要欄にチャプターをご用意しておりますので、そちらをご確認ください。選び終わりましたでしょうか？それでは今回はヘキサグラムというスプレッドとオラクルカード、ルノルマンカード、ルーンカードを使用して占います。それではそれぞれ占ってまいります。それでは A の方の結果です。A の方の周囲の人から見たあなたの魅力ですが、あなた自身が重要性がある、受け入れる力が強いので、親しみだったりですね、安心感を持ってもらえるっていうところが魅力となっておりますね。それでは1枚ずつお話しさせていただきます。まず過去ですね。審判の逆位置です。変化への恐れ。様々な人間関係の中で最も大切な人との間に距離ができてしまった状況っていうことですね。その方とは関係の修復が難しかったとかで寂しい思いをされたのではないかなっていうところがありますね。変化自体が怖かったっていうことなんですけれども、人間関係自体でかなり大きな変化があったのかもしれないですね。最も大切な人っていうのがですね、これは本当に様々な人間関係の中で、あなた自身が一番大事だなと思われる人、その人との別れといいますか、距離がやっぱりできてしまったっていうところがあるんですね。それがあなたの傷になっていたっていうことはあるかもしれないですね。では現在ですね、こちらがカップの7の逆位置ですね。問題に立ち向かおうとする状態ですね。現実的な選択ができる時です。人からはですね、勤勉だと思われているっていうことで、あなた自身は今まではお辛い状況で落ち込んでらっしゃった部分もあったかなと思うんですけれども、現在においてはいろいろと何かトラブルがあったとしても、ちゃんと立ち向かえるっていうことですね。で、その中で自分の中でどうしたらいいだろうっていうのも考え出して、現実的っていうことは、ある程度解決がしやすい方向に、ちゃんとですね、選択ができるっていうことだと思いますね。で、他者、周囲の人からは勤勉で、頑張ってるんだなっていうふうに思われているっていうことなので、評価はね、しっかりされていると思いますね。あなた自身が頑張っているところ、学んでいるところ、そういった部分をですね、認めてくださる人っていうのは必ずいらっしゃいますね。では、あなた自身の状況ですね。こちらが戦車の逆位置ですね。進路を選択すべき状況です。無理に進めず、一度立ち止まることも大事ですということでですね。現在の状況としては、やはりこのあたりですね。進路を選択しないといけないっていうところは大事みたいですね。現実的な選択、自分がどうするべきかっていうのを選択する。ただ、自分自身がですね、このやり方では得策ではないなと思った時にはですね、それを強行してしまうのではなくって、一旦立ち止まってもらってですね、考えてもらう。これで大丈夫だろうかと。自分自身がきちんとね、ある程度の結果を出せる。その確信が持てるようになるまで待つっていうのもいいと思いますね。そういう風に進みながら止まっていく。そしてまた進むっていう風にですね、動いてみても良さそうですね。では未来ですね。こちらがカップの2の正位置です。協力者を得る時です。目標に向けて人とのつながりが大事な時ですね。周囲の人からは
安心感のある落ち着いた人として見られますということでですね。未来にはあなたが一人で頑張ってきた部分もあったと思うんですけれども、その今後においてはあなた自身はいろんな人から助けを得ながら動いていけますね。で、人とのつながりが大事っていうことなので、しっかりですね、周りの人たちとコミュニケーションを取りながらですね、進んでいくことで目標にも向かいやすいっていうところがありますね。で、今まではあなた自身のその頑張ってきたことだとか、そういったところを評価してもらってたと思うんですけれども、未来においてはあなた自身の内面ですよね。性格と言ったらいいんですかね。安心感のある落ち着いたっていうところなので、性格的な部分ですかね。そういったところに魅力を感じていらっしゃる人が多いのかなと思いますね。今までの経験から得てきた、もちろんね、元から持ってらっしゃる資質っていうのもありますしね。そういったところを惹かれる人がいっぱいいらっしゃるっていうことだと思いますね。では未来の周囲の人、どういう感じになっていくのかが、カップの10の正位置です。穏やかに談笑していけます。親しみや温かい気持ちっていうことになりますので、周囲の人ですね。あなたと過ごすって落ち着くっていうことですよね。で、親しみを持てるし、あったかい気持ちにもなれる。あなたにものすごくね、信頼を置いてらっしゃるのだなっていうのが感じられますね。そういったところでもですね、あなたもすごく楽しい時間を過ごせるのではないかなと思いますね。周囲の人に好かれるとそれだけ自分も気持ちがいいですし、全然過ごし方も違ってくると思うんですよね。過去の時には事情があってね、いろいろと大事な人と離れたりとかそういうこともあったとは思うんですけれども、未来においては人にとても恵まれる状況ではあると思いますので、そういった部分でもね、元々のあなたの魅力っていうのがですね、いろんな人に伝わったっていうことだと思いますね。もうね、このばっかりはやっぱりタイミングとかがありますので、未来においてはそのタイミングがとても良かったっていうことだと思いますね。人々があなたの良さに気づいて、そこで近づいてくる。そばに来て一緒に楽しくお話ができるっていう感じだと思いますね。では結果ですね。こちらが魔術師の逆位置ですね。思い通りにいかない部分があります。迷いがあるということでですね。これはもう別のやり方を試すとかでも全然いいと思います。あなた自身のうまくいかないなっていうところをですね、これも戦車の逆位置が出た現在の状況のところに被る部分ではあるんですけれども、あなたの場合は一旦立ち止まって考えるっていうのが得策なのかなと思います。あなた自身が落ち着いた性格でもありますので、そっちの方がですね、進みやすいっていうのがあるんだと思います。そこで冷静に判断しながら進んでいくっていうことですね。それで自分自身、いろんな選択肢やっぱりありますからね。これしかダメなんだっていうことはないと思うので、あなたがこれがうまくいかないと思うのであれば、別の方法を考えてみるっていうことでですね、それで進んでもらうっていう風にしていただければですね、どんどんうまくやっていけると思いますね。魔術師もね、頑張り屋さんなイメージではあるんですけれども、結果としてはね、逆位置になってしまってるので、その頑張りがね、うまくいかずに空回ってしまうっていうこともあるかもしれないので、そうならないために立ち止まる。別のやり方を試すっていう風にですね、していってほしいなと思いますね。では助言ですね。こちらがペンタクルの9の正位置です。他者の力添えを受けることができるのも実力のうちです。人との関係からチャンスが生まれますということでですね。助言にこれが出てくるっていうことは、あなたにとっては周囲の人たちっていうのがものすごく大事なんだと思いますね。かなりいい影響を与えてくれるような感じなのでですね。もしかしたら思い通りにいかないとき、うまくいかないときこそ、他の人たちにですね、頼ってみるっていうのも一つの方法かもしれませんね。あなたが他者から力を得る、助けてもらえるっていうのはですね、それはあなたの魅力があるからこそなんですよね。魅力がない人にですね、周りの人たちって助けないですからね。何もなくても助けてくれる人っていうのは確かにいる。でも、やっぱりですね、好感を持ってるとかですね、この人と一緒にいると楽しいなとか、そういうふうに思ってるからこそ助けたいっていう人の方が多いと思うので、それはね、あなたの良さだと思いますし、
その好意を持ってもらってる人たちがたくさん周りにいらっしゃるっていうこと、そこは自信を持っていいと思いますね。そういった部分もあるので、そこに自信を持ちながら助けてもらえたらですね、助けてもらおうっていう風にね、していってほしいですね。ちゃんと頼っていっていいと思います。人がもしかしたらあなたにね、いろいろとこういった話があるんだけどっていい話を持ってくる可能性もありますからね、そういった部分でも相談をどんどんしていっていいと思います。そういう風に動いていきましょう。それではオラクルカードの1枚目が魔法です。あなたは自分の中にユニークな魔法を持っています。あなた自身のですね、あなたにしかない力、魅力ですよね。そういった部分が魔法っていう部分になるのかなと思いますね。魔法であなた自身をもっともっとですね、魅力的にしていく、人から好かれていく、そういうね、個性的な部分っていうのは大事にしていってほしいですね。そしてオラクルカードの2枚目が成功か失敗かに焦点を当てず、ただ努力に焦点を当ててください。挑戦してみることに集中してくださいっていうことなんですけれども、成功か失敗かに焦点を当ててしまうと、成功すればいいこと、失敗すれば悪いことっていう風に考えがちになってしまうんですけれども、そうではなくって、そこに至るまでにどれだけあなたが努力したか、そういった部分ですよね。失敗していようと成功していようと、それまでにいろいろとやってきたあなたの力、そういった部分を見つめてくださることが大事かなと思いますね。それでそこに自分自身が何が足りないのかとかですね、今後の課題を作っていくっていうこともより成長につながっていくと思いますし、挑戦をまずしてみることですね。結果を先にですね、失敗するんじゃないかとか恐れてですね、進まないのではなくって、自分がそれまでに頑張ればいろいろと得るものはあるというふうに考えていただいて、いろいろとやってみるっていうことが大事ですね。そしてオラクルカードの3枚目が星々です。あなたのすべての望みをあなたは叶えることができますということでですね。あなた自身に魅力があるからいろんな人が助けてくださるというふうにお話はしましたけれども、そういう部分でもですね、あなたの今後っていうのはですね、望み、目標、そういった部分も叶いやすい、いろいろとやっていけることがあると思いますね。星っていうのはね、これのオラクルカードにあるようにいろいろある。あなたのために輝く星もあるということでですね、そういった部分前向きな気持ちで進んでいってほしいですね。ではルノルマンカードですね。月です。助けてくれる人が現れます。状況も少し待てば徐々に良くなっていきますということなので、ずっとあなたのところにはですね、助けてくれる人が現れますよっていうのはお伝えしておりますけれども、ルノルマンカードの方にもそういう風に出てきましたね。で、何か自分の中で良くないなっていう状況の時、そういう時はちょっと待ってみる、様子を見てみることでだんだんと良くなっていくこともあります。その中であなたに助けてくれる、いろいろと声をかけてくれる人、そういった人たちの助けを借りながら動いていくとスムーズに前に進みやすいのかなとは思いますね。ではルーンカードですね。ルーンがベオークで石がユーディアライトです。時間はかかりますが夢や目標は叶っていきます。情が深いあなたは助けてくれる人もたくさんいますということでですね、ここももう念押しのような感じのメッセージにはなりますけれども、今後あなた自身がコツコツと進めていくことでですね、必ず叶っていくことがありますよっていうことですね。あとはここでもですね、人が助けてくださるというふうに出ておりますので、安心してですね、身を預けていいと思います。時にね、肩を貸してもらうっていうことはしていいと思いますね。そうですね。もうあなたの場合はですね、ずっとその過去現在のところがちょっと大変だのかなっていう部分はあるんですけれども、未来に進んでしまえばですね、そこにあなたを助けてくれる人っていうのがたくさんいらっしゃる状況ですよね。で、あなたの魅力っていうのがですね、タロットカードもカップが
とにかく多いっていうのもあったので、需要、受け入れる力、需要が深いとかですね。で、そこがやはり安心感があるっていうところにつながってきますよね。そういったところを魅力に感じて、あなたに好感を持ってくださる方がたくさんいらっしゃるっていうことなので、そういった部分はね、しっかりあなたの中でも大事にしてほしいですね。そこを大事にしながらですね、人と接していって、そこでまたあなたが人に助けてもらうっていうことですね。それによってあなたの叶えたいことだとか目標だとかもですね、進みやすくなっていくと思いますので、もしよろしければですね、こちらの方を参考にされて動いてみてください。以上が A の結果でした。それでは B の方の結果です。B の方の周囲の人が魅力に感じている部分ですが、あなたの場合はですね、とにかくはっきりしている性格っていうところがですね、魅力に感じておられる人が多いですね。はっきりとストレートに意見を言ってくれると。それが気持ちがいい感じがするということですよね。あとは、それで、だからといって喧嘩とかをずっとしてるとかそういうことではなくって、協調性を育むこともできる人なので、そういった部分でもですね、仲良くしながらもいろいろと意見を交わし合えるっていうことで、あなたのことを好いているっていう人がいらっしゃるようですね。それでは1枚ずつお話しさせていただきます。ではまず過去のカードですね。カップのナイトの逆位置です。人から嘘をつかれたり惑わされたりすることがあったようですね。悪い方でですね、他者から影響を受けやすかったっていうことで、ここはですね、あなた自身が人に振り回されていたっていうことですよね。人のいいふりをしてですね、近づいてくる人っていうのはいらっしゃいますからね。そういった人があなたのためを思ってとかですね、そういった風に言って嘘だったり惑わしてきて、結局あなたを悪い方向に導いてしまうとかですね。そういうところがあったかもしれないですね。それであなた自身人間関係悩んでらしたとか、そういったこともあったかもしれないですし、その相手によって自分が損してしまったとかですね。そういう部分もあるかもしれないっていうことで、そこはですね、かなり後悔が大きかったのかなっていう部分が感じられましたね。では現在ですね、ソードの8の逆位置ですね。周囲に対する不満が爆発する時ですね。アクシデントはどうしてもあるかもしれないです。ただ、はっきり意見を言うっていう部分があなた自身とても好感を持たれている部分ではあるのでですね、そこはですね、遠慮せずに言うっていうことはいいと思いますね。不満がですね、爆発してしまうってことはそれだけ我慢もされてたっていうことだと思うので、そこはね、言ってもいいんじゃないかなとは思います。そこでどうしてもですね、人とのトラブル出てくるかもしれないんですが、これまでね、いろいろとあなた自身ご苦労されてきたとは思うので、それでね、あなたがまた我慢をしてしまうっていうのも理不尽なことだとは思いますのでね、そこはね、しっかり反論すべきところは反論してもいいと思いますね。あなた自身のこう思うっていう気持ちはね、ちゃんと仮に喧嘩になったとしても、その人に対して伝えるっていうことはした方がいいと思いますね。そういったあなたのストレートな部分っていうのをですね、好感を持って近づいてくださるというか、一緒にいてくださる人っていうのは必ずそばにいらっしゃると思いますので、もう離れてしまう人は仕方がない。そもそもね、あなたのことを振り回すような人もいらしたっていうことなので、ひどい人はひどいですからね、そういう人に気にかけてるのは疲れますから、そこは無理しなくていいんじゃないかなと思いますね。では、あなたの状況ですね。ソードのキングの逆位置です。厳しい状況ですね。理不尽な発言には納得できないということでですね。ただ極端な行動は NG です。クールダウンもしていきましょうということでね。現在の状況、あなたの状況もそうなっていくということですよね。理不尽な発言にね、納得できるわけがないと思うので、そこはね、ノーと言ってもいいと思いますね。極端な行動っていうのが、
いきなりね、ブチ切れてね、殴り合いの喧嘩になるとか、そういうのはやっぱり極端な行動ですよね。それは暴力事件になっちゃうのでね、そういうのは良くないんですけれども、あとは、あえてその人と距離を近づきすぎて、なんとか仲良くしようとか、そういう風な努力をする必要はないのかなとは思いますね。で、もしも熱くなって、あまりにもその人に対してひどいことを言いそうになるとき、嫌だって思うことを言うことはもちろん大事なんですけれども、それで暴言を吐いたりとかね、その人が最も傷つくことを言ってしまうとか、そういう風になっていくと、あなた自身にも印象が悪くなっていくし、お互いにね、良くないと思いますので、自分自身が言いたいこと、それは良くないよっていうことはもちろん伝えるべきだと思うんですけど、それで思いっきりね、悪口を放ってしまうとか、その人が変えようがないことをね、言ってしまうとか、そういう風な方向に行くのは NG だと思いますね。だからそう言って熱くなってしまうときは、クールダウン、一旦落ち着いてもらう。もうその人から距離を一旦置いてもらって、それで自分自身を落ち着けるっていうことは必要だと思いますね。なかなかね、対面で会うような人たちと距離を保つって難しいかもしれないけれども、もうその人のところにはできるだけ近づかないという風にするとかね、そういう風にしてもらうのがいいのかなとは思いますね。例えば、お話をする必要があるにしても、もう必要事項だけ話して、あまりね、熱くなるような風にいかないようにね、深く話をしないようにっていう風にしていくっていうことも必要なのかなとは思いますね。嫌なことは嫌っていうのを言うのは大事なので、そこはね、忘れないでほしいなと思いますね。では未来ですね。こちらが悪魔の逆位置です。関係を断ち切る出来事があります。悪縁を切りますということで、おそらくね、現在にトラブルになってしまった人、その不満を爆発してしまった人ですね。この人とは無理だって思われたっていうことでしょうね。ちゃんとね、関係を断ち切ることができるようなので、そこはね、良かったのではないかなと思います。未来もね、ずっとその人との人間関係に悩まされて苦しむよりは、きっぱりね、縁を切ってしまうっていう風に言った方がいい。もうこれは完全に悪い縁だと、悪縁だと出てますからね。それを切るのはいいことだと思いますね。で、その中で自分の欠点も改めて言って、生まれ変わった自分になるということで、ここでね、その人にだけ、その人が悪いんだっていう風になるだけじゃなくって、自分自身もね、顧みるっていうこともできるようなので、そこで自分自身も成長できる素晴らしいことですよね。そこはね、あなた自身の成長として素敵な部分だと思いますね。自分をね、ちゃんと欠点を見つけて、どうするかっていう風に決めて、自分のまた、さなぎから蝶に生まれ変わるようにね、なっていくという風にですね、素敵なあなたになっていくのではないかなと思います。そして、そういったあなた自身が自分を改善しようとする姿に魅力を感じる人もいらっしゃるということでですね、ここはね、見てる人はちゃんといるっていうことですよね。縁が切れる人もいるけれども、また、ちゃんとですね、縁が紡がれる人たちもいらっしゃるということです。そして周囲のカードですね。世界の逆位置ですね。これ以上の進展を望めないので、疎遠になっていきますね。これはもうそのあなたと喧嘩をしてしまったというか、トラブルになった人っていうことですよね。仲良くなるっていうのはもう難しいっていうことなんでしょうね。それは仕方がない。それで向こうの方からも疎遠になっていくっていうことなので、もう気持ちよくね、お別れしていきましょう、これは。さようならと。もうこれ以上会うことはないでしょうという感じでね、すっぱりきっぱり離れていくっていうことで大丈夫だと思います。良い縁はこれからということでですね、世界っていうのは本来であればぐるぐると新たなまた転換が始まっていくというような感じのカードになりますので、良い縁、今から進んでいく縁っていうのが絶対あるはずなので、そっちをね、大事にして目を向けていきましょう。では、結果ですね。ワンドのページの正位置です。元気を取り戻していけます。
よかったです。安心しましたね。もうね、ずっとあなた自身、もやもやしてたと思うんですよね。そういった部分が晴れるっていうことですね。で、チャンスも到来していきます。はっきりした物言いに好感を持たれるっていうことですね。やる気も満々になっていくので、大丈夫そうですね。ここから最終結果、もう悪縁が切れることでね、あなた自身がどんどん動きやすくなっていくと思うので、もうここから頑張っていきましょう。あなたのやりたいことをどんどん進めていきましょう。新たなね、心から楽しめる信頼関係も結べていきますので、あなたのはっきりした物言い、そして自分自身を改善していく。もうそこもね、気持ちのいい性格ですよね。そういった部分を魅力に思って、あなたと信頼関係を結んでくれる人っていうのが必ず現れるので、その人とまたいい関係を築きながらですね、あなたの充実したね、人生を送ってもらいたいなと思いますね。では助言です。ソードの5の正位置ですね。情や甘い気持ちは捨てましょう。それはその通りですね。縁が切れる人に対してね、持たないとは思うんですが、でも人間関係っていうものはね、あなたとその人だけじゃないかもしれないですからね。他の人たちとの関係もあるから、切りたくても切れないとかそういうところがあるかもしれない。でも、そうすると良くない方向に行くっていうことですよね。これを見てると。なので、どんなに何かしらどうしても未練みたいなものがあったとしても、もう未練は断ち切ると。あなた自身の優しさは、ここには必要ないですよっていうことですね。もう悪縁はしっかりとお別れしていきましょうっていうことで、いいと思いますね。そこでもう切ってしまって、また新たなご縁を結んでいく。それでいいと思います。あなたのやり方としてはそれで間違いないんじゃないかなと私も思いますね。では、オラクルカードの1枚目ですね。魔法です。あなたは自分の中にユニークな魔法を持っています。あなたにしかない魔法ですよね。そこがね、いろんな人にとって魅力に見えるっていうことなので、その魔法をですね、しっかりと大事にしながら動いていってください。あなたの場合は、ずっと出てきてるように、はっきりとした性格ですよね。で、ちゃんと自分のことを顧みるようなこともできるという、そういった部分ですね。そこを大事にしながらですね、ますます魅力を増していってほしいなと思います。そしてオラクルカードの2枚目が、あなたはそれをすることができますですね。邪魔なものがなくなった時にはですね、あなたもやりやすくなっていくと思うので、それをですね、すること、やりたいことだとかね、そういったことちゃんとできると思います。ちゃんと達成する力もあると思いますので、やっていきましょう。そしてオラクルカードの3枚目が現実逃避者ですね。あなた自身に帰りましょうということでですね。あなたの場合はね、ずっと一貫してしっかりしてるんだろうなっていう感じはあるので、あなた自身に帰りましょう。そうですね。あなたの魅力をですね、そのまま大事にしながらね、していったらいいのではないかなと思います。もしかしたらね、どんなにね、嫌だなって思った人でも、縁が切れてしまった時は、ちょっとね、辛い気持ちになるかもしれないんですけれども、それで自分自身の殻に閉じこもってしまうとかね、そういう風になるよりは、もうこれは終わったことなんだというふうに現実として受け止めて、あなたの中でちゃんとね、折り合いをつけて進んでいくっていうことが大事だと思いますね。そしてルノルマンカードですね。塔です。自分の地盤を固めてコツコツ積み重ねていきましょうということですね。あなたの場合は最終結果からはスタートかなという感じがしましたので、そこから自分自身の地盤を固めていくということですね。一つずつ頑張っていくことで出来上がっていく。まさに塔のようにですね、高く高く積み上がっていきます。それがあなたの最終的なですね、目標だとかそういった時に出てくる成果だと思いますので、それをね、一歩ずつやっていきましょう。そしてルーンカードですね。ラーグと石がラリマーですね。状況に合わせて対応していきましょう。協調性を育み、平和な人間関係をだんだんと築けていけますということですね。状況に合わせるっていうのはですね、もう
そこは嫌な人というか、あなたに対して理不尽なことを言ってくるような人、そういう人にはね、しっかりとノーという。そして、あなた自身が仲良くなれそうだなとかね、あなたのことを好感を持って近づいてくれる人、そういった人たちの対応とかもですね、それぞれに合った対応っていうのがあると思います。それはね、臨機応変にしていただくと。そして、ちゃんとね、あなた自身、別にね、いつもトラブルが起きるとかそういうことではないです。はっきりとした物言いだったとしても、それでね、喧嘩を売ってるとかそういうことではないので、ちゃんと協調性もあるし、人と仲良くしていくっていうこともできます。そういったところでね、今後は平和な人間関係も築けていけますので、安心してですね、これからを進んでいってほしいなと思いますね。そうですね。とにかく、あなたの場合ね、本当にはっきりした人、正直な人って言ったらいいんですかね。そういった部分、そこをちゃんと気持ちとして伝えられる人、なかなかね、言えない人の方が多いと思うので、そこは本当にあなた自身の魅力ですし、美点だと思いますので、そこをね、好きだなって思ってくださる人たくさんいらっしゃるのでね、そこにもあなた自身が、言い過ぎたかなって思う時もあると思うんですよね。もちろんね、そこで反省できるっていう、そういった部分も本当に素敵なことだと思いますし、それでちゃんと改善もしていけるっていうところもあると思うので、そういうふうにね、あなた自身の様々なね、面から見た素敵な部分っていうのがたくさんありますので、そこをね、これからも大事にしながらね、人と素敵な関係を築きつつ、自分のやりたいことをすることがちゃんとできますから、それで進んでいってほしいなと思いますね。それではですね、よろしければこちらの方参考にされてみてください。それでは B の結果でした。それでは C の方の結果ですね。C の方の周囲の人が見たあなたの魅力ですが、あなた自身が几帳面でですね、それでいて探求心があると、そういった部分に魅力を感じていらっしゃったり、そして冷静にですね、いろいろと動いているというふうに周りの人は見ていらっしゃるようですね。それでは1枚ずつお話しさせていただきます。まず過去ですね。ペンタクルのクイーンの逆位置です。恐怖心と自信のなさが不安へとつながっていたということですね。そういったところが前進を妨げていて大変だったのかなっていうところですね。それでいて自分の価値、魅力ですよね。そういった部分に気づけていなかったっていうことで、あなた自身が自分の価値、魅力に気づけていなかったっていう部分があるのでね、その部分でどうしてもね、自信を持って動くっていうことって本当はすごく大事なんですよね。自信がないまま動くと、動いてるって言ってもなかなかね、自分の中で結果が出たとしても本当にこれが結果としてちゃんとあるのかっていうね、それすらもだんだん自信がなくなっていくっていうところがあるので、自分がやれたぞっていうところもね、わからなくなってしまうかもしれないなっていう部分がありますね。で、恐怖心があったっていうのがね、それが何に対する恐怖心なんでしょうね。人間関係だとか、自分がその後、今後に進むことが怖かったのかとか、いろいろあるとは思うんですけどね。いろんなことが重なって、恐怖心っていうことで、あなたの自信のなさっていうのになっていって、それがまた不安になり、進めないっていうことですよね。過去自体をね、振り返るとしても、その進めなかった部分をね、悔いてしまっても、もう今はどうしようもないとは思うんですけれども、それでもね、こういうところが出てきたってことは、あなた自身気になってらっしゃる過去なのかなっていうところがありますね。では現在ですね、カップのクイーンの逆位置ですね。不安や混乱で身動きが取れない状況っていうことで、ここでもね、あなた自身が何かしら不安を抱えていらっしゃるっていうことですね。お人よしだったり優しい部分、お人よしっていうと悪い意味にも聞こえてしまうかもしれない。ただ、それは本当優しいっていうことですよね。誰に対しても優しい。そういった部分が魅力ではある。だけれども、心配もされているっていうところなんですね。そういったところで、
あなたが控えめになってしまうっていうのはありますよね。自分よりも他者を優先してしまうとか、そういうところがあるかもしれないので、そういった部分で周りの人もね、気にしてらっしゃるのかなっていう部分がありますね。そこはね、ほんと素敵な部分でもあるので、決してね、そこをなくす必要はないとは思うんですけれども、かといってね、ずっと自分自身が優しくして、それで自分が損をしてしまうっていうこともあるのでね、バランスっていうのは確かに大事かなとは思うんですよね。で、その中であなたの状況っていうのがどういったことなのかっていうのが、カップのエースの逆位置なんですが、何も考えられない時と、または失意に飲まれている状況っていうことなので、今はすごく落ち込んでらっしゃいますね。とにかくね、過去から繋がってるのかな、もしかしたら。そうなんですよね。過去現在とクイーンが一緒になってる、種族は違うんですが、クイーンが一緒になってるっていうところも気にはなりますしね。で、エースは1番ですよね。そういった部分で出てきてるっていう。まずスタートができてない状況なのかなっていうところはありますね。あなたのやりたいこととか目標とか、とにかく進みたい。未来でいろいろやっていきたいっていう部分があっても、それが始められるような状況じゃないっていうことですよね。もう、あなた自身がとにかく今は落ち込んでる状況、何も考えられないぐらいなので、そこを無理に今段階で動く必要はないと思います。無理はしないっていうことは大事だと思いますね。あなたが原因があるとかそういうわけでもないかもしれないんですよね。それは周りの人たちの影響だったりとかもあるかもしれないし、あとは気候とかそういった環境的、外因的要因とかそういった部分もあるので、それでメンタルに響いちゃって、普段なら気にならないことがどうしても気になってしまうとかそういうこともあるので、そこをですね、無理して動く必要はないと思うんですよね。まずは進まずに休むっていうこともしてもいいと思います。現在がとにかく状況もそんな感じなので、無理はしないでいいと思うんですけどね。毎日を過ごすので精一杯っていう感じがしましたので、それで頑張るぞっていう風にしなくていいかなと思います。とにかくもう今は動くというか、毎日息をして一歩歩いたとか、そういったところでもいいので、ちょっとしたことでもできたらもうそれでOK っていう感じで甘やかしていいんじゃないかなとは思うんですよね。そこはね、あなた自身が今どうしようもない部分があると思うので、できる部分、自分のできる範囲で動くっていうことだけでいいと思います。それ以上はね、気にしなくて大丈夫だと思うので、無理はまずしないようにっていう風にお伝えさせていただきますね。ではそこからどうなっていくのかが未来ですね。ペンタクルのページの正位置で着実に目標に向かっていく。よかったです。現在からね、かなり大きく前進した感じですね。学ぶことに熱心になれるっていうことで、そうですね。いろいろとね、学ぶことっていろいろありますからね。ただ、勉強するとかそういうことだけじゃない。知識を得るっていろんなところでありますからね。そういった部分で熱心になっていけるっていうことでね。そういう部分はかなりのね、大きな一歩だと思います。で、その中で几帳面で探求心がある。そういった部分を見習いたいなと、あなたのことを魅力に思っていらっしゃる方が出てくるようですね。優しくて人に気を使える人、几帳面な部分もあるかなっていうのはありますので、そこがね、未来ではしっかり発揮されたのかなと思います。それでいて、だいぶ元気になっておられるようなので、その中でいろいろとやってみたいなと、探求心ですからね。自分の中で学びながら、こうやっていくぞ、みたいなね、ところが出てくるようなので、もうそこもね、安心ですね。未来は着実にあなたの光っていうのは差してるような感じがしましたので、そうですね。もう現在無理はしなくていいと思います。未来に向けた小休止と休止期間と思っていただいて大丈夫だと思います。それで存分にね、未来であなたの力を発揮していただければと思いますね。では周囲ですね。未来のところでは周囲の人どんな感じかっていうのがですね、ワンドの8の正位置。
ポジティブな出会いがありそうです。よかったです。ここもね、本当にいい感じですね。トントン拍子に進む良い関係っていうことなので、仮に出会ったとして、それがもっとね、あなたと気が合うなと思ってくださるっていうことですよね。そういう部分でもっとね、あなたと仲良くしたいとかね、いい関係になっていきたいなと思ってくださるということですね。良いご縁ありましたね。未来ではあなた自身も頑張るっていう気持ちも湧いてきますし、周囲の人にも恵まれるっていう部分がありますので、だいぶ希望が持てるようなね、今後になっていくと思いますね。その人からね、かなり熱いパワーをもらえるような感じもしますね。ワンドの8っていうところもあるので、エネルギーをね、もらいながら動いていくっていうこともできると思います。そして最終結果ですね。ソードの9の正位置です。大切なものに気づくということですね。後悔する前に、まず行動することを大事にしていってください。どんな時も冷静である。そういった部分が魅力であると思っている方がいらっしゃるということですね。大切なもの。もうこれまでのね、ご苦労とかもあったので、最終的な結果で何が自分の中で大切なのかっていうのがね、やっと分かってくるのかなっていうことですね。それであなたの大切なもののために動きやすくなっていくということですね。で、これは助言に近いものにはなるんですけれども、ここでね、躊躇をせずに後悔してしまうんじゃないかって思っているのであれば、まず行動してみる。それで何かしらあったとしても行動することがまず大事ですね。あなたの場合はね。そこが大切なものの自分の得る結果っていうのにね、大きくつながっていくのかなっていう感じがしますね。そしてその中でね、冷静に立ち回れるようなので、そこをね、評価してくださる方もいらっしゃるようですね。しっかりね、あなたのいいところっていうのがね、いろいろと見てもらってる感じがしますね。そうなんですよね。人間って多面的ですからね、自分では気づけないところっていうのたくさんありますからね。あなたの場合は優しい部分だとか、そういった部分もあるし、几帳面だったり、探求心がある、そういった部分だったり、今の最終結果にもあるように冷静であったりですね。そういうね、いろんな部分がそれぞれね、周囲の人たちにとっては魅力的に見えるということでね、あなた自身は意識しなくてもね、そういったところがあるんですよっていう風にね、思っていただければと思いますね。では助言ですね。ペンタクルの10の逆位置です。任されたことに前向きに取り組むことが大事ですね。見落としは注意ですということでですね。これも最終結果につながる部分ではあるのかもしれないんですけれども、自分自身が任されたことを、それがね、本当に自分にとって嫌なことだったら、そこはね、無理しなくていいんですけど、自分にとって絶対得になるとかね、これをやっておいた方がいいのかもしれないなって何かしら直感で感じるものとかあると思うので、そういったことはね、前向きに取り組んでもらう。もう後悔する前にまず行動するっていうところにつながってくると思うんですけど、そういうふうに動いていってほしいですね。で、あとはね、見落とし注意。もうね、見落としっていうのは私もしがちなのでね、ここは私も耳が痛い部分ではあるんですけれども、あなた自身もね、時にね、あまり焦らないでいいのかもしれないですね。見落としちゃう時ってどうしても焦ったりとか、急がなきゃってやってる時っていうのが多いので、そういうのじゃなくって、しっかりね、足元が見れるぐらいの余裕を持ってね、見落としがないかっていうのね、お仕事とかだとね、二重チェックとかしましょうとか、ね、お勉強の時もそうですけど、間違いがないかもう一度確認し直しましょうとか、そういうのあると思うんですけど、人生のね、ことにおいてもそういう部分があるのかもしれないのでね、二重チェックっていうのをね、してもらったらと思いますね。では、オラクルカードの助言ですね。1枚目は家です。故郷は心の拠り所ということでですね。家とかね、故郷とか言われると、あなた自身ピンとこない人もいらっしゃるかもしれないんですよね。これはね、結局表現である部分なので、これがあなたの家とは限らないし、故郷もね、あなた自身に、例えば住んでる地方とかね、そういった部分が故郷っていう人ももちろんいるし、そうじゃなくって、他のね、
ところだったり、例えば自分自身が故郷っていう可能性もありますよね。そう、自分が最も大事な故郷っていう可能性もあるし、そう、それぞれにね、故郷、家っていうのはあると思うんですね。そこを心の拠り所にしてもらうっていうのは大事ですね。ある意味、安心できる場所っていうところですね。安心できる場所をちゃんとね、大事にして、何かあってもそこがあれば大丈夫だっていうところを見つけていただくのが大事ですね。そこが家であり、故郷でありっていう風に表現されてるんだと思いますね。そしてオラクルカードの2枚目が、あなたは重荷ではありません。あなたがいてくれて私たちは幸運ですということでですね。これはどちらかというと、あなたに対する周囲の人たちの心を代弁しているようなオラクルカードになりますね。今までのご苦労もあったりで、あなた自身が自分自身は価値がないんじゃないかとかダメじゃないかとか思ってしまう時もあったと思うんですよね。今だってそう思ってらっしゃるかもしれない。だけれども、周囲の人たちはそんなことを思ってないんですよね。あなたがいてくれたから、私たちはものすごくね、いい関係を築けてるし、すごくラッキーだったよと、あなたがいてくれてよかったと思ってらっしゃるっていうことですね。あなた自身覚えていてほしいですね。周囲の人たちがね、あなたのことをいらないなんて思ってるってことはないですよ。ちゃんとね、魅力を感じられてるっていうのもお伝えはしましたけれども、それでね、魅力を感じて、なおかつ好感を持ってくださってる人っていうのはたくさんいらっしゃいますからね。安心してくださいね。そしてオラクルカードの3枚目は航海ですね。航海っていうのは海を船で出発するような、そっちの航海ですね。あなたはすでに全ての答えを持っていますということでね。今はね、余裕がないと思うので、なかなかね、全ての答えを持ってるって言われてもって思うと思うのでね、未来で確実にね、進めるっていう風になった時にね、すべての答えっていうのがしっかりと現れてくるかなと思いますね。ちゃんと持ってますよっていうことです。それで進みやすくもなりますし、あなたの本当に大切なこと、自分自身にとっての目標だったりね、いろいろとあると思うんですけれども、そういった部分を得るために、その答えがね、大事になってくるっていうことだと思いますね。答えというかヒントというかいろんなことがあると思うんですけれども、とにかくあなたの助けになってくれるようなことがたくさんあると思いますね。そしてルノルマンカードですね。雲です。心がモヤモヤしているときは勇気を出して確かめてみましょう。解消されるまで少し待つことも大事ですということですね。遠慮ねしちゃいますからね、なかなか心がモヤモヤしても聞けないっていうことあると思うんですけど、人に聞くのは難しい。当事者にね、聞くのは難しいかもしれなくても、周りの人からそれとなく聞いてみるとかね、そういうこともあるし、人間が原因とも限らないので、そういった時もね、勇気を出して確認してもらうっていうことは大事なのかなと。何かモヤモヤするな、この原因何なんだろうなっていう、それを怖がらずにね、勇気を出して、ちゃんと原因を見つけてもらうっていうのは大事かなと思いますね。そこもね、今は身動き取れないと思うので、しっかりね、休んでからでいいと思いますね。そして、解消されるまで少し待つっていうのも、それは現在が解消されてないと思われるので、そこをね、待ってから未来の進みやすいところまで待って休んで、そして起き上がって動くぞっていう風にね、していってもらえればと思いますね。では、ルーンカードですね。ルーンがエオです。石がターコイズですね。人との絆はしっかり深まります。あなたにとってより良い展開になっていきます。行動することで事態は好転していきますので、勇気を持って進むことが大事ですということですね。もうね、ここに全てのまとめみたいな感じで出てるような気がしますね。あなたの人間関係っていうのもね、これからより良くなっていきますし、で、どんどんね、好転もしていくと、今が辛いからといってずっとそれが続くわけではないと、どんどんね、明るい方向に向かっていきますよっていうことですね。で、そこからはね、勇気を持って一歩ずつ進んでいきましょう。無理なくね、一歩ずつで構いません。あなたのペースで
やっていきましょうね。そういう風にしてみてください。そうですね。あなたの場合は本当に魅力がね、様々な部分が出てたなっていうところがあるので、そこをね、自分自身でね、そんなところもあったのかって意外に思われるところもあったかもしれないんですけれども、それだけね、周りの人っていうのはあなたのことを見てるっていうことですよね。そして評価しているっていうことなので、そこはね、大事にしてほしいですね。で、あなたと出会えてよかったって思ってる人は確実にいらっしゃると思うのでね、その人たちとの関係も大事にしていってください。で、今はね、もう動きたくないっていう感じに、動きたくても動けないっていう感じだと思うのでね、そこはしっかり休んでもらって、次、未来ですね。その未来からあなたのやりたいことっていうのをですね、やってもらえればと思いますね。それではですね、こちらよろしければ参考にされてください。以上が C の結果でした。ここまでご覧くださりありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録お願いいたします。これからも様々なテーマで占ってまいりますので、またいらしてくださいね。それではおつけいくでした。